ここが好きだよ日本人へようこそ。書道は日本を代表する娯楽であり教養ですよね。姿勢を正しく墨をすり、集中力を研ぎ澄ませ、丁寧に美しい文字を書く。ほんのわずかな誤差を許さず、完璧な出来を目指し、何度も改善を重ねる。日本の美徳を表しているようですね。今回は日本に来て書道を初めてした方のお話です。日本の美徳は果たして海外の方にも響くのでしょうか。こんにちは。私はユーゴ。フランスから日本に来てエンジニアをしています。現在33歳で日本に来て5年目です。フランスに来た日本の方の仕事を見て、一度日本で働き、その技術や仕事に臨む姿勢を学びたいと思ったんです。日本の方は皆仕事がとても丁寧で、細かいところまで配慮を欠かしません。そして皆真面目です。仕事をサボったり上司に反抗したりということが全然ないですね。私はこの国に来て仕事ができていることを誇りに思います。仕事がない日は会社の同僚の方と居酒屋に行くのがとても好きです。日本の料理は本当に美味しいです。寿司や天ぷらといった海外で有名なものでなくとも、居酒屋にあるものは何でも美味しくてお酒が進みます。それに日本の漫才もとても好きですね。日本語がまだあやふやだった頃、勉強するにつれてテレビで見る漫才が面白いと思うようになったんです。それで日本語が面白いと思うようになったし、日本での生活がどんどん楽しくなっていきました。そんなある日、居酒屋で日本酒を頼んだ時、ラベルの文字を見て、ふと同僚にその文字の面白さについて話しました。すると同僚は、それは書道の文字だと言いました。普段生活の上でも仕事の上でも文字を見ていますが、その文字は何か不思議な形で心に残りました。文字を変形させるのはフランスでもカリグラフィーというものがあります。なるほど、書道というのは日本版のカリグラフィーということですね。日本の漢字は以前から美しいと思っていましたから、もし自分の手で工夫して文字を書ければ楽しいだろうなと思いました。ですので自分でやってみることにしました。そして休日、道具を揃えて実際に書道を始めてみました。ですが筆や墨をするためのすずりや書道用の紙など、その道具の多さにまず驚きました。カリグラフィーなら必要なのはペンと紙だけです。もう道具を揃えて使い方を調べただけで疲れて面倒になってきました。文字を書くだけでこんなに面倒なのかと思ったのです。ちょっとだけ字を書いてみましたがガタガタで、とても居酒屋で見たような文字にはなりそうにもありませんでした。そんな話を同僚にしてみたところ、まずは簡単な字を丁寧に書くことから始めてはどうかと言われました。同僚は全然書道に興味がないとのことでしたが、それでも学生の頃は授業でやっていたので、その難しさや上達の方法などは知っていたらしいのです。確かにいきなり居酒屋の日本酒の文字を真似しようとしていましたが、複雑な文字でレベルが高かったと思いました。漢字には木とか人とか簡単な文字もたくさんあります。まずはそういうレベルのところから書いていこうと思いました。それも憧れている美しい書き方ではなく、
丁寧な書き方をまずしてみようと考えました。楷書体というらしいですね。ですがやってみるとそれすら難しかったんです。2画3画しかないのに、なぜか整った形にならなかったんですよね。なんでこんなに簡単な字すら書けないんだろうと思い、僕は字が下手なんじゃないかと思い始めました。そんなわけで少しの期間書道から離れていました。ですが日本語の勉強を兼ねて読んでいた新聞に書道教室の広告があるのを見かけました。それも僕が住んでいるところからそう遠くない場所にも教室があるのを知りました。書道を諦めたくない気持ちがあったので申し込んでみました。お寺のような建物で雰囲気がある教室だなと思いましたね。書道教室では自分と近い年齢の人だけではなく、6歳7歳くらいの子供もいました。そんな子供たちに混じって一緒に習い事をするというのが少し恥ずかしく思いました。ですが子供たちの字がすごく上手なのを見て、この子たちは先輩だ、尊敬すべき相手だと思いました。書道教室の先生は少し年配の女性で、キリッとした目つきでハキハキと話す方でした。姿勢や筆の運び方が美しくて、この方についていけば上達できそうだと思わせてくれました。しかも単に上達するのでなく、何か人としてもこの人の近くにいると成長できるんじゃないかなと思いました。そんなわけで僕と同じ時期に入った大人も子供もまずは姿勢から学びました。今まで僕は椅子に座って頬杖をついたり、片手を椅子について書いていたんですが、とんでもない間違いだったんだなと思いました。低い机に紙を置き、正座して背筋を伸ばし、紙に向き合うということを習ったんです。これは姿勢が歪んでいると文字をまっすぐ見られないから、ズレに気づかないとか、思うように手が動かないとかが理由のようです。そして姿勢を正すことは集中力を維持する上でも大事なようです。僕は家で字を書いているとき、何回か失敗すると少しうんざりしながら書いていました。その時もう集中力は続いていないんですよね。姿勢を正して集中して書く。そして集中力が切れたらちょっと休憩して再挑戦する。この姿勢が大事なんだと分かりました。教室に入ってしばらくは1の文字を書くだけの日もありました。僕は複雑でかっこいい文字に憧れて書道を始めたものですから、これを退屈に思っていました。でも自分で書いていた時期に最初からいきなり難しい字を書いてもうまくいかないことが分かっていたので、辛抱して続けていました。それに実際1をきれいに書くだけでものすごく難しかったので、その必要性もよく分かりました。簡単な文字でも姿勢や集中力、手の使い方など全てが揃っていないとうまく書けないんですね。同じ時期に入った人で面白くないからと教室を辞めた方もいました。まあ気持ちはすごく分かりましたね。3ヶ月ほど教室で一生懸命字を書いているうちに、だんだん単純な漢字はきれいな楷書体で書けるようになってきました。これがすごく嬉しかったです。簡単な字すらしっかり書けないというのがなかなか辛かったんですよね。日に日に自分の字が上手くなっていくのを見て充実感を味わっていました。この上達を受けてだんだん複雑な字に挑戦するようになってきました。そうすると
やっぱり急に難易度が上がってなかなかうまく書けませんでした。先生にそういう時は一回簡単な字をまた書いてみて、その感覚を忘れずに書きなさいと教わりました。先生を信じて地道に練習をしていきました。何ヶ月か続けているうちに難しい字もきれいな楷書体で書けるようになってきました。この時単に字がきれいになって嬉しかっただけでなく、知らなかった日本語を知るようになってきたことで楽しさを感じるようになりました。お笑いを見たり新聞を読んだりすることで日々日本語を知り、同僚からも日本語に詳しいねと言われていたのですが、それでもまだまだ知らない言葉がいっぱいあるんだなと分かりました。それにしても日本は同じ意味の言葉に対しても本当にあらゆる表現があるんだなと思いました。きっと日本語を考えた方々はすごく感性が豊かだったんだろうと思います。日本が俳句や短歌をたしなむ国であることがよくわかります。フランスはどちらかというと絵画やミュージカルなど目で楽しむものが多いんですよね。それももちろん大好きですが、日本で長く生活していてフランスとはまた違う魅力がよく分かってきたのがたまりませんでしたね。書道を1年近く続けているとだんだん崩した字も書けるようになってきました。もちろん先生に見せるとまだまだ足りないところがいっぱいあると指摘されるし、崩した字どころか楷書体もうまく書けない日だってあります。それでも1年で大きく成長できたのが嬉しいし、会社の人に書いた字を見せて褒めてもらえることもあるんです。それにもう一つ嬉しいことがあります。それは街を歩いていると文字に対してすごく敏感になるんですよね。面白い字の書き方をしているなとか、こんな感じがあるのかといった好奇心が常にあるんです。だから毎日歩いているだけで楽しみが見つかるし、日本語の理解もぐっと深まってきました。たまに同僚や日本の友達に日本語の意味を教えるような場面すら出てきました。ユーゴは日本人より日本人だよと言われたこともありますね。1年近く書道に打ち込んでこんな風に言ってもらえるとすごく嬉しかったです。まだ日本に暮らして仕事を続けるつもりですし、書道も続けたいと思います。書道を続けていると本当に細かいところにも注意を凝らして字を改善しようという姿勢になるんです。これは日本人の仕事の丁寧さに通じるものがあるなと思いました。だからもちろん純粋に楽しいと思うのもあるのですが、続けていると仕事にも生きるなと思っているところもあります。それにまだ先生のような所作の美しさが身についたとは思えないので、そのレベルを目指したいですね。いずれフランスに帰った時、自分の仕事の仕方や書道の腕前を披露できるように、これからもどんどん腕を磨いていきたいなと思っています。ユーゴさんは初めは挫折しそうになりましたが、書道教室に通うことで上達したようですね。日本人でも書道を始めて挫折することはよくありますが、めげずに続けたのはすごいです。しかも書道を続けることで日本への理解も深まったということで、書道の醍醐味を味わいきっているように思います。まだ日本で暮らしを続けるとのことなので、もっともっと書道の腕を磨いてもらいたいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見、ご感想をコメント欄までお寄せください。
もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。